北の海に浮かぶ霧深い孤島、太平洋戦争で日本軍が守ったキスカ島である。アリューシャン列島のこの島に5000を超える将兵がいた。だが昭和18年、彼らは完全に孤立する。海も空もすべてアメリカ軍に奪われていた。前の月には隣のアッツトゥで守備隊が全滅していた。誰もがキスカも同じ運命だと思った。ところがこの島の5000の将兵はただの一人も死なせることなく、全員が生きて日本へ帰ってきたのである。全滅することが美徳とされたあの時代に、一人の提督が部下の命を最後まで諦めなかった。これは霧の海で成し遂げられた奇跡の撤退作戦の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。雪の島に翻る日の丸の旗。昭和17年、アリューシャン列島に掲げられたものである。なぜ日本軍はこんな北の果ての島を占領したのか。話はミッドウェー海戦に遡る。昭和17年6月、連合艦隊はミッドウェー攻略を計画する。その陽動として北のアリューシャン列島が狙われた。アメリカ軍の目を北へそらすためである。日本軍はキスカ島とアッツ島に上陸し、これを占領した。ここは第二次大戦で日本が占領した唯一の北米の領土だった。だが肝心のミッドウェー海戦は惨敗に終わる。主力の空母4隻をたった1日で失ったのだ。陽動のはずだった北の島々だけがポツンと残された。霧と氷に閉ざされた絶海の孤島に数千の将兵が取り残されることになる。一人の陸軍軍人、アッツ島守備隊長山崎康代である。昭和18年5月、まず隣のアッツ島にアメリカ軍が上陸した。その数2万以上。迎え撃つ日本の守備隊はわずか2600ほど。率いるのは山崎康代大佐。兵力には10倍近い差があった。それでも守備隊は雪と氷の山で半月にわたって戦い抜いた。だが弾も食料も尽き、もはやこれまでとなる。5月29日の夜、山崎は大本営に最後の無電を打った。全員玉砕すと、そして傷つき動けるものをすべて集め、自らを先頭に最後の突撃をかけたのである。守備隊はほぼ全滅した。この時初めて新聞に玉砕の二文字があった。玉のように美しく砕け散る。全滅という現実をそう言い換えたのである。これが日本の玉砕第1号だった。だが当時国民の誰も知らなかった。この第1号が第2、第3と果てしなく続いていくことを。キスカ島に集結した海軍の陸戦隊。彼らもまた孤立した守備隊の一員だった。アッツが玉砕したまさにその日、大本営は一つの決断を下していた。アッツの放棄、そしてキスカ守備隊の撤収である。玉砕を重ねさせるのではなく、生きて連れ帰る。それは当時としては異例の判断だった。作戦名は華豪作戦。だが言うは安く、行うは固い。キスカを絡む海はすでにアメリカ艦隊が固めていた。空も敵に抑えられている。近づく輸送船は片っ端から沈められるだろう。どうやって5000を超える将兵を運び出すのか。残された道はただ一つ。海の底を行く潜水艦だけだった。暗い海を行く一隻の潜水艦。その腹に撤収する兵を詰め込んで走った。昭和18年6月、
潜水艦による撤収が始まった。一隻が踏べるのはわずか数十人。濃い霧と迫る敵の中を潜水艦は何度もキスカへ通った。イナナ、イキュー、名だたる潜水艦が危険な海へ潜っていく。こうして870人が島から遊び出された。だがその代償は大きかった。撤収の途中、潜水艦は次々とアメリカ軍に見つかる。旗艦のイナナは座礁し、敵の砲撃を浴びて大破した。艦長を含む80人ほどの乗員が戦死。将兵を遊び出すどころか、潜水艦そのものを虐いていく。このペースではいつ終わるともしれない。潜水艦による撤収はもはや限界だった。残る道は水上の軍艦で一気に遊び出すこと。しかしそれは敵の真っ只中へ裸で飛び込むに等しい無謀な賭けだった。立派なカイゼル、髭を蓄えた一人の提督、第一水雷戦隊司令官木村正富である。その無謀な賭けを託されたのがこの木村だった。名前を音読みにした小福があだ名。顔からはみ出すほどの髭がトレードマークだった。大の酒好きで洋曲や茶道もたしなむ豪快でさっぱりとした人柄だった。そして部下をめったに叱らない。どんな時も冷静さを崩さなかったという。数ヶ月前、木村はビスマルク海の海戦で重傷を負っていた。その傷も癒えぬまま北の海へと送り出されたのである。彼に与えられた兵力は軽巡洋艦の阿武隈と木曽、そして数隻の駆逐艦のみ。このわずかな艦隊で5000を超える将兵をたった一度の突入で運び出さねばならなかった。しかも敵に見つかれば全滅は必至である。木村が頼れるものはただ一つだけだった。アリューシャンの海を包む深い霧である。木村艦隊の旗艦、軽巡洋艦阿武隈、撤退のすべてがこの艦にかかっていた。木村が立てた作戦は徹底して合理的だった。キスカ湾に突入し、できるだけ短い時間で兵を収容する。そのために思い切った指示が出された。兵には武器も装備も一切捨てさせる。運ぶのは人の命だけでいいと。一隻に定員をはるかに超える兵を詰め込む。軽巡阿武隈には1200人、基礎にも1200人近く、駆逐艦も甲板まで兵で埋め尽くす。収容にかけられる時間は長くて1時間。それを超えれば敵に見つかり全滅する。一切の無駄を削ぎ落とした計画だった。あとは霧さえあれば、すべてはその一点にかかっていた。視界を閉ざす深い霧。アリューシャンの海は夏になると毎日のように霧に沈む。木村の作戦はこの霧に全てをかけていた。霧があれば敵に見つからずキスカに近づける。だが晴れていれば丸裸で敵の前に出てしまう。そこで一人の気象士官が重要になった。橋本恭一勝利。彼の仕事は1週間以上先の霧を言い当てること。出撃から突入まで霧が続いてくれるかどうか。艦隊5000の命運がその予報にかかっていた。上官は橋本にこう言ったという。貴様は霧と戦争をするのだと。天気予報がこれほど重い意味を持った戦いは後にも先にもなかったかもしれない。木村艦隊のもう一隻、軽巡洋艦木曽も阿武隈と共にキスカへ向かった。昭和18年7月、艦隊は幌ム白の基地を出撃した。一路キスカ島を目指す。ところが突入を目前にしたその時、天候が木村の読みと違う動きを見せた。霧が晴れようとしていたのである。このまま行けば敵に丸見えになる。木村は迷わなかった。引き返すと命じたのだ。5000を救うためにこそ今日は引く。帰ろう。帰ればまた来られるから。そう言って艦隊を反転させた。司令部はこの決断を
激しく非難した。なぜむざむざ引き返してきたのかと。だが木村は信念を曲げなかった。一度の無理で全滅させるより好機を待つ。部下の命を賭けの道具にはしない男だった。霧の中を行く撤退の艦隊。7月29日、木村は再び突入を決めた。この日、海は申し分のない野栗に包まれていた。視界はわずか数十メートル。味方の艦さえ見失うほどである。艦隊はその白い闇をキスカ湾へ滑り込んだ。待っていた守備隊は命じられた通り武器を捨て身一つで待機していた。兵たちは我先にと艦へ殺到する。一刻も早く一人でも多く。そして55分。その短い間に5183名もの将兵がすべて艦に収容されたのである。艦隊は誰一人かけることなく霧の中へ消えた。ここにキスカ島からの撤退は成し遂げられた。一発の銃弾も撃たれない無血の奇跡だった。日本軍の機関銃を調べる一人のカナダ兵。だがその島に日本兵はもう一人もいなかった。日本軍が去ったことをアメリカは知らなかった。それどころか撤退の3日前、アメリカ艦隊は海上に敵を見つける。レーダーに映った無数の影。戦艦は1000発を超える砲弾を撃ち込んだ。だがそこに敵は一隻もいなかった。濃霧と山が生んだレーダーの幻だったのである。幻に向かって必死に砲撃する大艦隊。そして8月15日、アメリカとカナダの3万を超える大軍がキスカに上陸した。死闘を覚悟しての上陸だった。だが待っていたのはもぬけの殻の島。日本軍は半月前にすでに消えていた。それでも悲劇は起きた。深い霧の中、米兵同士が撃ち合ってしまう。同士討ちで28人が死亡。仕掛けられた罠で4人が死に、駆逐艦アブナーリードは機雷で70人以上を失った。誰もいない島で100人近くが命を落としたのだ。木村の撤退はそれほどまでに完璧だった。一本の粗末な墓標。キスカに上陸したアメリカ兵が島で見つけたものである。建てたのは去っていった日本兵だった。墓標には英語でこう記されていた。ここに勇敢な空の英雄眠る。祖国のために若さと幸せを失った者と。撃ち落とした敵の飛行士を日本兵は丁寧に葬り、その死を悼む言葉まで残していた。命がけの撤退の最中になおである。アリューシャンの戦いにはこんな話も残っている。撃墜されたアメリカ兵のもとへ巡洋艦高尾の士官が駆け寄り、その脈を取った。敵であっても目の前の命には手を差し伸べる。後にキスカへ上陸したアメリカ兵たちもこの日本軍の振る舞いに胸を打たれたという。玉砕を強いる一方で敵を悼む心もあった。それがあの時代のもう一つの真実だった。もう一度あの提督の顔を、5000の命を救った木村正富である。キスカからの帰還を木村はどう語ったか。答えはほとんど何も語らなかったである。あれほどの偉業を成し遂げながら、木村は自らの手柄を誇ることがなかった。驚くべきことに家族にさえ手柄話をしなかったという当然のことをしただけだ。そう言わんばかりの静かな後半生だった。戦後木村正富は表舞台に立つこともなく、昭和35年ひっそりとこの世を去った。部下を生かすことだけを考え、自分の名は求めなかった提督だった。昭和18年、アッツ島の守備隊は一人残らず玉砕した。全滅することが美徳とされた時代だった。隣のキスカ島には
5000を超える将兵がいた。誰もが、彼らもまた玉砕すると思っていた。海も空も敵に囲まれていたからである。潜水艦による敵襲は800人余りを含んだだけで、旗艦イナナを失い限界を迎えた。残された道派軍艦での一括撤収という無謀な賭け。その賭けを託されたのが木村正富。彼が頼ったのはアリューシャンの深い霧だった。霧が晴れた第一次出撃では迷わず引き返す。帰ろう。帰ればまた来られるからと。そして7月29日、濃霧のキス川。武器を捨てた守備隊をわずか55分で5183名全員を収容した。一発も撃たれない無血の敵対だった。日本軍が消えたことも知らず、アメリカ軍は無人の島に攻め込み、同士討ちで多くの死傷者を出した。それほど木村の敵対は完璧だつとだ。撃ち落とした敵兵を丁寧に葬り、その死を悼む言葉まで残した日本兵がいた。玉砕を強いられながら敵を思いやる心もあった。それもあの時代のもう一つの真実である。全員を生きて連れ帰った木村は戦後その手柄を家族にすら語らなかった。部下の命だけを考え、自分の名は求めなかった。玉砕の時代にこんな提督がいたことを私たち日本人は忘れてはいけない。あなたはこのキスカの物語をどう感じただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に一つお願いがあります。このチャンネルの視聴者はその 75% 以上が50代以上です。一方で20代はわずか 2.5% しかいません。こうした日本の歴史を特に若い世代に届けたいと願っています。もし X などの SNS をお使いなら、この動画の拡散をお願いします。画面右下の共有ボタンからすぐに共有できます。あなたの一つの共有が歴史を次の世代へつなぐ力になります。そしてこの動画を気に入っていただけたら、高評価チャンネル登録で応援をお願いします。